皆様こんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回はちょっと通な大阪の巡り方をご紹介したいと思います。1日のスタートはこちら、アサヒスーパードライで有名なアサヒビール吹田工場のミュージアムです。現在アサヒビールの本社は東京の墨田区にありますが、実はここ吹田が発祥地、創業地なんです。現在もアサヒビール吹田工場として稼働し、全国に製品を出荷していますが、この工場にミュージアムが併設されています。このミュージアムと工場を見学できるツアーがあるのでご紹介します。ツアー1人1000円ですね、大人はかかりますが、最後に生ビールを2杯飲めてお土産もついてくるので結構お得かなと思います。お酒が飲めない方はソフトドリンクが2つついてきます。このミュージアムツアー、通常ですと3ヶ月先まで予約がいっぱいという人気ぶりなんですけれども、アサヒビールが9月末にサイバー攻撃を受けてシステムダウンしていた影響で予約を停止していました。ですが最近3ヶ月ぶりぐらいに予約を再開したそうで、今取りやすい状況が続いています。ちょっと皆さん予約再開に気づいていない段階だそうです。この穴の期間を狙ってぜひ予約してみませんか？そしてマル秘情報、ウェブよりも電話の方が予約が取りやすいそうです。この吹田工場は JR の大阪駅や阪急の大阪梅田駅から30分ぐらいで到着できます。ではツアーの内容をざっくりと説明しておきたいと思いますが、ツアー中は動画撮影は禁止でしたので、ここからは写真でお送りしていきたいと思います。写真はね、撮影も OK だし SNS もぜひアップしてくださいということでしたので、写真でお送りしていきます。まずアサヒビールの歴史のようなものを動画で見ます。その後ビールのホップや麦芽の匂いを嗅いだり、作る工程を VR で見たりします。スーパードライの最大の売りである辛口の作り方みたいなものを説明を受けて、工場見学をしながらどんどん進んでいくのですが、この日ね、工場が月に1回しかないクリーンデーだったんですよ。このクリーンデーは突然決まるので、ミュージアムの案内をされている運営の方たちにはわからないそうなので、皆様が行かれるときは稼働している日だといいですね。では試飲に移っていきます。スーパードライとスーパードライエキストラゴールドが今日のラインナップでした。ビールは鮮度が命という宣伝をよく見かけると思うんですけれども、新しければ新しいほど美味しいそうです。流通を頑張ってはいますが、スーパーや飲食店などで皆様が買ったり飲んだりするまでには1ヶ月以上経ってしまっているそうです。それがこちらではできて10日以内のものが飲めます。ビールは酸化が一番の敵だそうです。酸素に触れた途端どんどん品質が落ちていくので、缶ビールなども最後にね、炭酸をバーンと入れて出荷しているそうです。といろいろ工夫されているようですが、鮮度に勝てるものはありません。ぜひね、皆さんこのビールを目当てにこちらを訪れてみてもいいのではないでしょうか。ビールの味ですね。当然のことながら今まで飲んだビールの中で一番美味しかったです。で、今回1杯目にスーパードライ、2杯目にエキストラゴールドを飲みました。エキストラゴールドの上にね、アートをしてもらいました。こちらね、無害な染料のついているものなんですけれども、こんな感じの可愛いクリスマスのアートをしてもらって楽しく飲んできました。続いて大阪市内に移動してお昼ご飯を食べに行きます。婦人画報やゲーテにも載っていて、村上龍さんや秋元康さんも通われているということで有名ななにわ割烹の木川さんに伺います。難波の駅を出てからね、法善寺横丁を抜けて、この裏路地のようなところをね、さーっと入っていくんですけれども、風情がある通りなのでね、お食事の後ちょっとここをご覧になってもいいかなというふうに思います。この先の通りですね、美味しそうなお店がたくさん並んでるんです。SNS などでチェックしてみても評判のいいお店が多いので、大阪でお食事に困られたらこの通りにいらしてみてもいいかもしれません。本古月さんとか今から伺う木川さんとか名店は予約がないと入れないとは思いますが、そうじゃないお店もね、とてもいろいろ美味しそうに見えました。
木川さんは60年3代続くなにわ割烹の名店です。今回 SNS に載せていいか確認しましたら、人が映っていなければ大丈夫ということでしたが、お店の前でお店の方が掃除をされていたので、お店の前のところはね、写真で失礼いたします。この牡蠣とカニの和え物からこの先の料理に期待が膨らむ美味しさなのですが、私はこのお刺身が特に感動しましたね。それぞれの魚にそれぞれのタレがついています。左側のハリイカにはバジル酢味噌とピンクペッパー、あと奥ですね、サワラには昆布山椒のピューレ、真ん中のマグロにはバルサミコ酢と醤油のゼリーが挟まっていて、奥の器の中のカマスにはからし麹味噌がついていました。それもぴったりの相性でね、目でも楽しめますし、味わいも深かったです。お魚はね、朝仕入れたものを直前でさばいてお刺身で出してくださるので、もう本当に鮮度も抜群で美味しいなと思いました。で、お料理一つ一つが本当に丁寧に手が加えられていて、他では食べたことがない食べ方、出し方をしてくださって、全部お魚のコースなんですが、一つ一つね変わっているので飽きることなく食べ尽くせました。もしかしたらね、男性にはちょっと物足りないぐらいの量かもしれないんですが、女性には十分ね美味しくいただける量かなと思います。この白いもの、白味噌のお味噌汁じゃないんですよ。白子を裏ごしして汁にしたものだそうです。一番最後にこちらね出てきたお茶菓子がとっても美味しかったんですね。でね、うちの娘がすごい好きそうと思って帰り道に調べましたら、売っているということが分かったんです、デパートに。なのでデパートの物産コーナーというんですか、全国各地のものが置いてあるコーナーがだいたいどのデパートにもあるので、そこで買えると思います。こののし梅っていうのね、急に何の YouTube だよっていうぐらい話がそれてるんですけれども、これ見かけたら買ってみてください。とっても美味しいです。食事の後は難波から梅田に移動します。御堂筋線で1本です。皆さん、梅田にスカイビルというものがあるのをご存知ですか？梅田の北の方にあるのですが、空中庭園やウェスティンホテルがあるので、割と皆さん行かれたことがあるのではないかなというふうに思います。そちらにですね、絹谷浩二天空美術館というものがあります。8月にお亡くなりになってしまった絹谷浩二さんの作品がずらっと並んでいる美術館です。絹谷浩二さんは文化勲章を受章されたフレスコ画家です。東京メトロ副都心線の渋谷駅や京浜急行の羽田空港第3ターミナル駅に絹谷さんの作品の当番レリーフがあるので、目にされたことがある方も多いと思います。こちらの美術館は1時間かからないぐらいで見終わりますし、今梅田の北エリアは再開発されて大阪の注目スポットですので、美術館の後に散策されてもいいかなと思います。私たちが行った時期はスカイビルの下でクリスマスマーケットをやっていて、とても賑やかでした。ホットワインや食べ物が売っていて、お店によっては長い行列もできてはいましたが、皆さん楽しんでいました。はい、王道ではない大阪観光いかがでしたでしょうか？大阪・関西万博も終わり、ホテルやレストランの予約も取りやすくなっているようです。ぜひ次のお出かけやご旅行の候補地に大阪を入れてみてはいかがでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。